こんにちは、ゆかです。今日は誰でも何かを継続できるようになる秘訣ということについて話させてください。これは私が20数年前、20代頭の頃に当時宅発送をされていた方とよく交流していたので、その方が私に授けてくれた知恵になります。それを皆さんと共有したいと思うんです。これね、この宅発送の方のこの知恵っていうかね、を今私はすごく思い返すことが多くなってるんです。っていうのが、このビデオが上がるときって3月末、2026年の4分の1がもう過ぎちゃったんですよね。皆さんどうですか？年の初めに立てた計画ってまだ守れてますか？自分との約束守れてますか？もしかしたらちゃんと続いているっていう人もいるかもしれない。その人は続けていただきたい。人によっては何の目標を立てたっけってちょっと時間かかって思い出すような人もいるかもしれないし、すっかり忘れてしまっていたかもしれない。日々のね、生活に追われるってことは生きていればあるかもしれないと思うんで。でも、またこのビデオ、宅発送の方に教えていただいた継続する方法、これをまたね、ことあるごとに思い出してもらって、継続っていうのは簡単なことじゃないけれども、でも、また何かを継続したいってしようって思ったってことは、それを続けることで自分はどこか行きたいところがあったんでしょ？だったら、もう一度、もう二度、もう三度ぐらい、ぜひ挑戦してみてほしいと思います。これね、私はこの YouTube チャンネル、まだまだ、本当まだまだ始まったばかりです。でも、チャンネル登録者を1000人まで頑張るって自分で決めてやってる。で、まずは話すのだってもっと上手くならなきゃいけないし、まずは2026年に100本ビデオを上げるっていうふうに決めて今やっています。3月の末、その段階まで週2本ビデオを上げてきて25本目のビデオになる予定です。これがね、今皆さんが見てくださってんの。私はこのまま2026年終わりまでビデオ100本まず上げるまで、で、その後になるか、それより先になるかわからないけれど、チャンネル登録者1000人に行くまでこれを続けようというふうに自分の中で決めているんです。だから私もことあるごとに、私が20代の頃に仲良くさせていただいていた宅発送の方、その方が私に教えてくれた、誰でもこうすれば継続できるようになるんだよっていう話をね、ことあるごとに思い出しています。皆さんもこれを聞いて、本当にどんなことでもいいから、もう一度何か始めてみようっていう気持ちになってくれたら嬉しいし、あるいは何か自分の中でこれをやろうって決めていて、それを続けている人、そういう人については、この宅発送の方の話、また違った聞こえ方になるかもしれない、勇気づけるような話になるかもしれないので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。では、その宅発送の方なんですけれど、私ね、大学に通っていた時に、寒い日も、雨の日も、雪の降る日も、でもちろんカンカン照りの暑い日も、裸足で宅発をしている方と仲良くなったんですよ。で、その方は、当時はね、私、まだ20そこそこの若い
若い頃だったので、托発してる人なんて、あんまり差がわからないですよね。あの人も托発してて、この人も托発しててって。ただ、その後々お友達になることになったその托発層の方については何かが引っかかった。何かが引っかかって、で、大学通うときに毎日見かけるもので、あの人今日もいるかな、あ、また今日もいるかなって、その人の姿を見るのが日課になっていったんですね。で、私、なんだか他の托発層の方と、その托発をしている方、何かが違う気がして、何かわからないけど、ある時話しかけてみたんです。で、そこからその托発層の方が、すごく私に、その方が自分の人生の中で学ばれてきたこと、その方がいろいろなね、行き交う人たちを見てどんなことを考えているのだとか、そういうことをね、いろいろ話してくださるようになったんですね。で、その中で最近私がすごく思い出されるのが、その托発層の方が言う継続の仕方ってことなんです。でね、その方がどうしてそれを話していたかっていうと、その方にとって托発を毎日し続けるっていう継続は苦しいことだったからなんですね。本当に苦しくってやめたいと思う日がいっぱいあると。なんなら今日もやめたかったよってよく話してくれていたんですよね。で、本当に辛いと。みんな忙しく目の前を通っていって、托発をしている自分には目もくれない。なんなら存在していないような気にさえさせられてしまうと。でも、托発層としてその方は行き交う人たちの幸せを祈っている。その人たちの悩みが少しでも軽くなるようにって日々祈ってるわけですよね。で、その方、私、いろいろ托発をしている人だとか、カトリックスクールに行ったりだとか、あとニューエイジコミュニティとかにも滞在していたことがあるので、そういうスピリチュアル系の人と托発層とか宗教家ってみんな違うんだけれども、なんとなく、なんか、目が鋭いなって思ってたんですよね。そういう私が今まで会ってきた、例えばカトリック教徒の司祭、プロテスタントの牧師さん、ネイティブアメリカン、あとスピリチュアルの、ガイドとして、リーダーとして、メンターだとか、そういう人たちと目が違う、すごく鋭い目をした托発層でした。それがね、気になったんだよな。で、後々その方が教えてくれたのが、その方は警察官だったそうです。で、ずっと警察官に憧れていて、やっと警察官になったと。で、すごく、その方がおっしゃるには、すごくまっすぐな心で警察を目指して、で、そのままどんどん仕事熱心だったので昇進されたそうなんです。そしたら、警察の仕事も上層の方に行って、またね、純粋な警察の仕事以外の汚い仕事があったと。ここでね、私が多く言う必要はないと思うけれども、その托発層の方は、ずっと目指してきて、ずっと目指してきて、信念を持って警察官になったからこそ、自分がどんどん上の立場になって役職もついていって、で、
相当なね、広いエリアの警察官を束ねるような地位になった人なんですね。で、その人、その立場だからこそ、今まで知らなかったすごく汚い仕事をしなければいけなくなったと。で、そこでその方はもう警察の仕事を辞めようって決めて出家をされたそうです。そこからずっと何十年も托鉢をされている。定年されるより前に警察官を辞めたということだったので、もう何十年と托鉢されている方だったんですね。で、その方はね、人を助けたくて警察官になった。でも、実は人を助けたいからなった警察官だからこそ、人を助けるのとは反対側の立場に回るような汚い仕事をいっぱいしたと。人間の汚さをいっぱい見たと。だから今度は純粋な托鉢僧としての立場として人の幸せを願って人の幸せのために何らかの手を尽くす人になりたいということで托鉢を始めたんですけど、本当にね、要は、その方の、経歴とかね、学歴とかを聞くと、エリートですね。かなりのエリート。だから、自分の体には托鉢の生活が合わないそうなんです。本来のその人の生きてきた生活スタイルとあまりに違いすぎて、天候の差だったりとかね、周りの人がいろんなものをね、お膳立てしてくれない、全部自分でやらなくてはいけないっていうその世界観。で、その方は、そんな感じだから、相当辞めたいと思うことがあったそうです。本当に辞めたくて辞めたくて、日々辞めたかったと。でね、でも、その何十年と、要はいい生活、いい暮らしをされてきた方が、それだけのつつましい生活をして、毎日外に出て、名前も知らない、もしかしたら横切る人たち、一瞬顔をすれ違うぐらいの、その程度の他人のために願いを込めて、祈り続けるようなね、そういう人になって、辞めたいと言っても何十年も続いてるじゃないですか。で、それはどうして辞めないんだろう。どうして続けてるんですかって聞いたんですよね。どうやって続けてるんですかって。そしたら、その托鉢僧の方は、何でも継続するにはコツがあると。で、その方は、ずっと、受験もされたし、難しい試験を超えて警察になったし、で、その中に入ってもまたいろいろな困難を乗り越えて、どんどん上の役職に上り詰めていった方だから、途中で辞めていく人たちをいっぱい見たそうなんですね。で、世の中のならず者たちとも顔を合わせて、その人たちがどういう人生を生きているのかっていうね、そういうところにまで触れるような仕事もしていたから、どうやって人間が身を崩していってしまうかっていう、そういうところまで見たと。で、その托鉢僧の方がおっしゃるには、その方は托鉢やめたいと思ったけれども、3日、何でもとりあえず3日間頑張ろうって続けたそうです。で、それをね、誰にでもできることだから、まずやってごらんと。私にも話してくれた。まだ私は20代そこそこだから、私の人生この先いろんなことがあると思ったのかな。覚えといてねっていうことでね、話してくれたんだと思うんですから、その托鉢僧の方が言うには、毎日托鉢をやめたい。体が辛い、寒い、暑い、人の目が冷たい、心が痛むとかね、そういうことで毎日やめたいと。でも3日間頑張ろうってやる。
で、1日目、まだやめたい。2日目もまだやめたい。で、3日目も朝起きて行くそうなんです。で、まだやめたいと。でも、帰ってくると、まあ、3日間頑張ったと。じゃあ、もう3日続けてみようかって。それをね、その方は何十年って続けてきて、そのところに至ると。もう、それだけなんだっておっしゃるんですよね。その方が言うには、何か継続しようと思った時に、先のことっていうのはわからないと。人間はどうなるかわからない。未来もどうなるかわからない。天気だってどうなるかわからない。周りの環境だってどうなるかわからない。だからとりあえず自分が自分でできることを3日間だけでいいから続けようと。で、3日間続けたら、またそこで区切って、もう3日、もう3日ってつなげていくんだそうです。それが継続の秘訣。特別大きいことを考える必要はなくて、なんなら大きいことを考えてはいけないと。先のことはわからないのだから、とりあえず自分がこれをやろうって決めたことを、それを長い期間続けたからこそわかるっていうものがあるっていうふうにおっしゃってたんですね。で、続けるからこそもわからないことも増えてくるっていうようなこともおっしゃっていたけれども、その方はエリートの警察官としてずっと警察の上の方まで上り詰めていってかなり広いエリアをまとめるような立場になられたけれども出家した。だからいい生活をしてたのに急に托発層として来る日も来る日も天気も体調も関係なく外に出て見知らぬ人たちの幸せを祈り続けるっていうそういう生活になって苦しいけど、でも、これってすごく私たちの人生にも置き換えられることなんじゃないかなって思って、本当に継続しようって思うことって大して大きいことじゃないことが多いですよね。ダイエットしたいから体重を減らしたいから運動をしようとか、少しでも早く起きよう。そうすれば何々をする時間ができる。だとか、まあ私だったらね、この YouTube とかね、なんかいろいろやっぱり挫折しそうなことってあると思います。私もね、YouTube これ楽しんでやってる。でも、時々、そんなにね、私はすごく大きい大きいことが急に起こるとは期待していないので、淡々とこの YouTube を続けられてるんだけれども、でも、時には、今週ちょっと休みたいなとかね、いろいろ思うことはあります。でもね、その托発層の言葉、托発をされてたちょっとお名前はここでは挙げない。でも、その托発をされてた方の継続についての話をね、私は考えるんですよね。で、その托発層の方は3日と言ってたけれども、私はね、1週間で見て継続するようにっていうふうに今私の中ではね、考えてる。で、ものによってね、どんなにうまくやろうとしても、うまくいかないこと、思い通りにならないことってやっぱりある？みんなあると思う。人生が起きる。でも、私はね、その托発層の方ほどはストイックになりきれないところもある。
でも、1週間の中で、これをやろうっていうことを、前の週にはちゃんと決めておいて、帳尻が合うように、この1週間これだけ終わらせようっていうのをやるように、いろいろね、取り組むっていうふうにしてます。それが私にとっては継続につながっている。苦労しないで継続できるようになってる。今まで出会ってきた人たち、私の人生にとってのヒントをいっぱい残してくれてるなってことをね、本当に気づかされています。だから、その托発層の方の、こうやれば継続できるよっていう話を皆さんにもしておきたかった。で、その托発層の方は、すごく真摯に人の役に立ちたいって思うから警察官になって、で、本当に人の役に立ちたいっていう気持ちが強かったからこそ、警察官としてやらなくてはいけない汚い仕事に我慢ができなかった。人に対するそこまでの深い思い入れがあるからこそ托発層になった。でも、托発層という立場は誰にも振り返ってもらえない。誰も自分を認識してくれない。誰も自分の存在を思い出してはくれない、覚えていてくれないっていうようなことをね、ポロッとおっしゃったりしてたんですよね。その方はそういうふうに思っていたかもしれないけど、私の中には、托発層のその方の、こうやって継続ってするんだよっていう言葉と、その方の何十年も苦しみながら托発を続けてこられたその姿っていうのがやっぱり残っている。で、それを誰かにやっぱり引き継ぎたいなと思って今これ皆さんとシェアさせてもらいました。その托発層の方は1週間はちょっと長いよって。でも1日2日だと短すぎるってことで真ん中を取って3日がいいんじゃないかっていうふうにおっしゃってたんですね。だから3日、まず3日だけ続けてみよう。2026年の頭に今年はこれをやろうって自分で決めたこと、続けている人はそのまま続けて、忘れちゃった人はこのビデオをきっかけに3日でいいから頑張ってみてほしいなと思います。で、3日やってみて、その4日目の日にどう思うか、もう3日やってみようかって思ってくれれば嬉しいなと思います。2026年、これで1年の4分の1が過ぎました。4分の1が過ぎちゃったって、がっかりする人もいるかもしれないけれども、でもまだ巻き返しは図れると思う。まずは自分との約束を守ろう。まずはどんなことでもいいから2026年1個でも2個でも継続してみようというお話でした。聞いてくれてありがとうございました。じゃあね。